筋切りをしております。歯切れが良くなったり、肉を柔らかく感じさせるために筋をきれいに細かく切ってます。お待たせしました。フジロックの上ロースカツでございます。ごゆっくりどうぞ。中がジューシーで表がカリカリっていうのが元々の商品コンセプト。とんかつを開発するにあたって温度と時間っていうのをいろいろなものを100種類以上試した結果で今の温度になっております。揚げ方のこだわりとして、生の時にはお肉をいじめたりするんですけど、揚げる時にお肉をいじめたくない、優しく揚げたい、あんまり高温でガーって揚げるとお肉から水分が飛ぶんで、それだけパサパサになってしまうので、低温でじっくり揚げて、で高温に入れて2分調理することによって水分を失わずに、周りはサクサクで中はジューシーなとんかつが出来上がるという流れです。
お肉なんですけど、どちらかというと油が甘い、油に甘みがある、融点が低いので胸焼けもせずに甘い油をお楽しみいただけるっていうのが特徴です。もともと和食のお店をやっていたんですが、コロナの影響で、客数が減り厳しい状況になったため、ランチの業態を一つ作ろうということで3年前にこちらにオープンしたっていうのが流れです。はい、和食の職人でして、これで魚をおろしたりなんかしてて、生け物屋さんにいる時に普通の包丁だと錆びるんですね。でこれステンレスなんで錆びない包丁が欲しくてこれを買ったんです。でこの包丁はもう30年ぐらいを使ってますね。今は牛刀として肉の筋切り専門で使ってます。30年使って、かなり大きさはちっちゃくなってますね。基本的に毎日研ぐんで使ってて、もうこんな細くなっちゃったっていうの、こんな感じですかね。長さも太さも完全に小さくなりました。家族と同じぐらい大事な包丁ですね。はい、包丁のこだわりとしては、まず錆びさせない。自分の角度で研いでるんで、そんなに時間かけずに刃が立つんですね。でそういう状態を常に保つっていうふうには心がけてます。いろんな高い包丁安い包丁ありますけど、やっぱり自分がその気持ちを入れて研いであげたり磨いてあげたりしてる包丁って、だんだん年が経つにつれてその自分の腕になったりっていう風になるじゃないですか。それはやっぱり家族も一緒で、やっぱりある時は手をかけてあげなくちゃいけないしっていうところで、家族と同じような存在ですっていうことをちょっと申し上げたんですけど、はい、とんかつを切る包丁は専用のものです。ここの厚さを見てもらうと分かるんですけど、衣とかを切るときにこの峰が厚いとそれだけ崩れちゃうんですね。極力薄い包丁を使って切ります。